こんにちは、ふみんです。今日はなぜポールダンサーは薄着なのか、面積の小さい衣装を着て踊っているのかについてお話ししたいと思います。まずはその理由についてお話しします。そして例外として服を着ているパターンもあるので、それはどういう例外なのかということについてもお話ししたいと思います。そして最後に薄着のダンサーさんに対してオーディエンスの皆さんがですね、観客として対応してほしいこと、ダンサーさんからのお願いになると思うんですけれども、最後にそちらもお話ししていきたいと思います。ではまず最初になぜポールダンサーは薄着なのかについてお話ししたいと思います。実はここ数日前にですね、私の友達からも同じことを聞かれたんですけれども、結構この質問はポールダンサーさんにとってよく受ける質問になるのかなと思いましたので、こちらの動画にまとめようと思いました。皆さんも想像つくと思うんですけれども、ポールですね、こちらのポールダンスのポールなんですけれども、こういったポールにしっかりと滑らずにとどまっておく、ぶら下がるといいますか、捕まっておくにはやはり布があったら邪魔なんですね。今日は私は珍しく服を着ていますけれども、普段動画でポールダンスのトリックを教えるような動画ではほとんど薄着ですね、水着に近いようなスポーツウェアといいますか、練習着を着て皆さんの前で説明しているんですけれども、こういった服を着ていたら滑ってしまうんですね。なので基本は手でグリップするので、この手のひらはですね、素肌でポールに触ります。で、手もやはり水分量であったりだとか、肌質だとか、あとお化粧品をちょっとつけているつけていないというような関係で、ちょっとした条件が違うとすぐ滑ってしまうんですね。なので基本的には何もつけない状態でポールの練習をするんですけれども、やはり滑り止めをですね、その日の肌のコンディションによって汗が多いのか、乾燥しているのか、もしくは今から練習するトリックがどんなトリックなのかということによってはですね、種類別の滑り止めを使い分けているんですね。グローブをする人もいるんですけれども、怪我防止であったり手のコンディションが悪かったり、どうしても手汗が多い人とかは手のひら側に粘着性のあるといいますか、グリップしやすいような素材のグローブを使って練習をしている人もいますが、基本的には素肌でポールに触っていきます。そして手のひらだけではなくてですね、腕とかこういったところでもポールを挟むんですね。腕だけではなくって首とかにも挟みますし、膝の裏とかでもポールをグリップしていくんですね。なのでそういったところが露出していないと滑っちゃうんですね。それでポールダンサーさんは基本的に服を着ていないに等しいぐらい面積の小さなウェアを着ています。でも服を着ているパターンも見たことがある方いらっしゃると思うんですね。服を着るパターンというのは滑らない布があるので、基本的にはこういったエナメル素材のものですね。こういったウェアであればポールについても、滑りにくいので、こういったものを着て練習をしたりイベントに出たりするということはあります。中にはエナメル素材の布を使ったボディースーツといった全身を覆うタイプの衣装もあるんですけれども、それでもポールダンスはできるんですが、やはりですね、かなり暑いです。ポールダンスって意外とハードなスポーツなんですね。自分の体重を上に上げたり下げたり、
この空間でいろいろなパフォーマンスをしていくので、かなり息切れがしたり汗をかいたりするんですね。なのでボディースーツもいいんですが、毎回使うとなるとかなりしんどいです。練習からして大変です。その他エナメル素材ではない服を着たウェアを着たダンサーさんを見かけることもあると思うんですけれども、そういったダンサーさんは基本的にその服をまとっている部分ですね、身につけている部分はポールに接しなくてもパフォーマンスができるようなルーティン、振り付けをですねしていることが多いです。非常に特殊なパターンにはなるんですけれども、先ほどご紹介したエナメルの素材のウェアでなくてもポールに登れるケースがあります。それはポール自体の素材がですね違う場合です。ポール自体がまるでエナメルでできたようにですね、少し粘着力のある種類があるんですけれども、そういった特殊なポールがある場合にはこういった服を着てポールに登ることができます。この特殊なポールのすごいところは、服を着たままでも登れますし、そしてスニーカーとか履いたままでも登れるんですね。そういうところはすごく便利なんですけれども、金属のポールでないとできないスピンをかけたり、スピンをかけるというのはこの握ったグリップした手で金属をこの手のひらの部分で滑らせてスピンをかけて回ったりしていくんですけれども、そういったトリックってできないんですね。こういった特殊なポールに私もちょっとだけ登ったことはあるんですけれども、イベントで登ったり練習で使ったりした経験はありません。ある会場で展示してあるものにちょっと登ってみたっていうレベルなんですね。なのでそういった特殊なポールってあまりないです。基本的にはこういった金属でできたポールを使ってポールダンスをしていきますので、必然と露出したウェアで衣装とかで登る必要があるのをご理解いただければと思います。大会とかだと胸元は鎖骨から何センチ下まで開けちゃいけないとか、ヒップの下のラインは布で隠さないといけないとか、結構定義がですねきっちり決まっているので、それに合わせて衣装を準備して大会に出ています。皆さんご理解いただけましたでしょうか。一応スポーツ競技であって結構命をかけてですね、命綱なしに派手なパフォーマンスを空中で行っているということで、ポールダンサーの皆さんは衣装を着ると滑ってしまうので、なるべく露出した格好で踊っているという理由になります。オーディエンスの皆さんにぜひお願いしたいこととしてはですね、そういったダンサーさんのショーを見た後にですね、例えばイベントが盛り上がってチップタイムとかあると思うんですけれども、チップっていうのはそのエンターテイナーに対してですねリスペクトしてチップを渡すものじゃないかなと私は思うんですけれども、例えば路上でライブをしている人がいたとしても、その音楽に共感を持ったり歌がうまいなと思ったら何かしらこういったボックスがあると思いますので、そこにチップを入れていくというような形になると思うんですけれども、ダンスもですね同じように考えてほしいなと思います。私がポールダンス始めたのがもう約10年ぐらい前なので、その時からするとだいぶ浸透してきていて、テレビとか他のメディアとかでも出てくるようになって、スタジオもたくさん増えていて、健康のためにポールダンスをやってみるというような話もよく聞くんですけれども、やはり一部のお客さんとかはですね、特にご年配の方々というのはポールダンスに対するイメージが昔のアメリカ映画のようなストリッパーが踊るものというようなイメージがまだまだ強いんじゃないのかなと私個人的には思うんですけれども、私の経験からするとイベントの後にですね、知らない、面識のないお客さんからですね、よかったよということで声をかけていただくまではいいんですけれども、そのノリでですねボディタッチをしてくるというパターンも結構何度もありました。これはまだ肩とかならいいんですけれども、
ウエストだったりだとか、どさくさに紛れてヒップとかもですね触ってくる人もいるので、それはちょっとやめてほしいなと思います。通常なら激怒してもいいと思うんですね。このパフォーマンスとしてこの衣装でいるだけで、だからといって触っていい人ではないと思うので、皆さんが今後生でポールダンスを見に行く機会があれば、そしてそこでポールダンサーさんと接する機会があれば、ぜひそういったことにも注意していただければ非常にありがたいなと思います。いかがだったでしょうか。今日はなぜポールダンサーはそんなに露出をした格好で踊っているのかということをメインにお話しさせていただきました。ポールダンスをしている方もですね、なかなか知り合いにこの理由を説明するのって難しいと思いますので、ぜひこの動画が参考になれば案内してみてください。今日の動画が面白かった、もしくは非常に参考になったという方は、ぜひいいねをクリックしていただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。